どうも田舎もんです。引っ越しまでね時間が本当に限られてますので、物置をですねとりあえずの生活スペースにしようと思ってこんな感じでね作業を進めていって土間コンを打ってきました。結果ね大失敗に終わりまして、文字通りね曲がりなりにもですけども、床ができました。で前回はですねここを掃除をしていって物をね運び込めるような状態に持っていきました。とりあえずはですね、キャンプ用品、椅子とかテーブルとか持ち込んでですね、こんな感じでちょっとゆっくりできるような環境ができちゃいまして、本当にね、時間ないのにね、ちょっと余裕ぶっこいてコーヒーとかね、優雅に飲んでましたけども、時間ないんやったと思ってね、急いで作業を開始しました。で、今回ですね、物置のね、外、これね、隙間があるんですよね、地面との間にね。で、ムカデとかね、バンバン入ってきたら嫌なんで、そこをね、埋めれるように、モルタル、コンクリートを打っていこうと思います。ただこれね、キッチンからの排水管通ってますので、その上をね、地面固めちゃうと、後々ね、メンテナンスする際にとてもね、面倒なことになるのかなと思って、一応ね、この排水管の経路をね、確認していってます。こんな感じでね、ちっちゃなスコップで慎重にね、掘り進めていくと、こういう風に排水管がね、曲がってる場所を確認できました。こんな感じですね。ということはですね、この画面にね、真ん中の方に木置いてますけども、この下をね、排水管が通ってるんじゃないかなと、大体ね、予想をしまして掘っていくと、案の定ね、排水管出てきました。で、画面奥の方に一輪車が見えますけども、あの辺りもね、一応掘ってみたら、ちゃんとね、排水管通ってましたんで、画面右側の物置と平行にね、排水管が通ってるということが分かりました。排水管のね、流れは分かりましたんで、砂でね、埋め戻していってます。この管にね、砂利が接した状態で上からね、土をかぶせて埋め戻しちゃうと、排水管をね、傷めることになるのかなと思ってね、砂を選んで埋めてるんですけども、神経質に考えすぎでしょうかね。作業している場所をね、物置の中から見るとこんな感じなんですね。こういう風にね、隙間があったりしてね、ムカデとかね、ヘビとか入ってきたら嫌なんで、ここをね、埋めていくっていう感じですね。ここもね、やっぱ地面からね、湿気がそのまま上がってきてたんでしょうね。木とかね、腐ってるし、トタンもね、錆びてますよね。まずはね、ここの砂をザーッと取っていって、整地をしていきます。こんな感じでね、ザーッと取っていきました。思ってる以上の量ですよね。木くずもね、入ってるんで、傘がね、増えたのかなと思うんですけども、物置の中の方はね、取っていきました。で、これはね、その辺に転がってたなんか鉄の、これは何なんすかね、鍋ですかね。これをね、土を入れて出していきました。で、物置の外側ですね、こちらをスコップで土を削っていきました。こんな風にね、地面、土を削っていって、で削りながら思ったんですけど、前回、前々回でね、土間コン、失敗したじゃないですか。で、やっぱりね、大規模な面積をドバッとやるから失敗するわけで、僕みたいなね、下手くそがやる分には、ちっちゃな面積でちまちまと打っていくのがいいのかなと思って、画面ね、緑色に色をつけてますけども、まずはね、このちっちゃな範囲から打っていこうかなというふうに思います。これはね、廃材でその辺に転がってた木で、とりあえずこういう感じで枠を作ってあげて、砂利もね、まだ余ってたんで、それを持ってきてね、バーっと入れていきました。で、皆さん覚えてるかなと思うんですけどね、ここでね、この転圧機使わんといつ使うんやと思ってね、持ってきたんですよね。ただね、狭すぎて全く使えないわけですね。速攻でこれはもうお役御免です。結局ですね、こうやって足でね、踏み固めてね、砂利を締めていきました。いつものことなんですけどもね、大体な感じでね、作業していってますよ。で、こっからですね、なぜか僕頭がおかしくてですね、モルタルを作ってるんですよね。多分ね、ドマコンであんだけ失敗したんで、もうコンとつく言葉に対してね、無意識で拒否反応があるんでしょうね。もう無意識でモルタルを作ってました。本当にね、この時は何にも考えてなかったですね。今から考えたらね、絶対強度高いコンクリートを選ぶべきなんですけどね、この時は何の違和感もなくね、モルタルを練ってましたね。で、こんな感じですね。中、この辺ね、パーッと埋めていくんですね。ちょっとね、モルタルのね、このシャバシャバ加減もちょっとね、微妙でしたね。ちょっと水気が多すぎるなって感じです。
で、さらにですね、この辺はちょっとまあ賛否両論あるかなとは思うんですけども、この柱ね、隙間があるんですよね。ここにね、もともとレールがあったんですけど、このレールを外したことによって隙間ができたんですよね。で、基礎のね、石との間に隙間ができちゃったんで、まあ、砂利とね、モルタルでこうねじ込んで、まあ、隙間を埋めていきました。皆さんね、いろいろ思うところはあるかなとは思うんですけども、僕自身ね、まあそんなスキルもないですし、今のところ、時間もないですし、とりあえずね、何もしないよりかいいかなと思ってね、こういう風にしていきました。そうこうしてる間にですね、表のモルタルが固まってきましたんで、コテでね、バーっと鳴らしていきました。まあね、素人のね、コテさばき見ても誰も得しないと思うんで、この辺はね、早送りで送っていきます。でもやってるとね、僕自身この作業をね、すごくこう、幸せを感じる作業だなっていう風に思いましたね。モルタルを作りすぎたんで、このね、ちょっとコンクリートが残ってるところの上にね、塗っていこうと思います。ただね、ここ、厚みがね、全然確保できないんで、まあ、速攻割れてくるとは思うんですけども、まあ、余ったね、モルタルはどっかに固めろっていう風にね、教えてもらったんで、そういう風にしていきました。いやー、これでも本当にね、気持ちいい作業ですよ、これ。そして1週間後ですね、引っ越しね、どんどん進めていかなくちゃいけないんで、物をね、ある程度軽トラに積んで、またね、作業しに来ました。また道すがらね、おっちゃんに薪をもらいました。もう本当におっちゃんね、いつも薪くれるんで、本当ありがたいですよ。で、モルタルね、こんな感じで固まってました。まあ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 っていう感じですよね。ただね、これ後からね、モルタルが余ったんで塗ったところはちょっと変な感じになってますよね。こういう風になりました。ちょっと白っぽくなってますよね、後からしたところは。そしてこの隅っこの方がね、ちょっと雑になりましたね。水が溜まりそうな感じですね。そして物置の中、このね、詰め込んだ柱のとこですね。こんな風に固まってます。まあちょっとね、汚らしいですけどね。まあ何にもせんよりかはいいでしょうっていう感じですよ。こちらもね、適当に詰め込んでおきました。先ほど打ったところからね、少し南側。もともとね、こんな風に物を大量に置いてたんですけども、これをね、綺麗さっぱりしたことによって、ちょっとね、ここもコンクリート打ちたいなっていう気持ちになってきました。こんな感じでね、石を溶けていって、まずね、整地しやすいようにしていってます。もともとはね、こんな感じで石でね、隙間を埋めてたんですよね。で、コメント欄でね、整地するときはクワがあった方がいいよって話があって、物置をね、漁ってたらクワがあったんで使ってみました。確かにね、めちゃめちゃやりやすいですね、クワはね。ただこれ作業してるときにね、ムカデがもう何十匹も出てきてね、やっぱここを固めとかないかんなと、確信を強めました。そしてね、これ、トタンからの距離を一定にするためにね、一応メジャーで測ってるんですけども、これ途中で気がつきましたが、トタン自体がね、歪んでるんですよね。なのでね、あんま測った意味なかったです。まあ、これはね、大体でいきました。で、砂利がね、ちょっとだけ残ってたんで、こんな感じでね、流し込んでいったんですけども、ちょっとね、足りなかったんですよね。これで全部やったんですよね。こんな感じでちょっと足りないんですよ。なので、家の周りをね、うろうろしてたら、瓦とかね、ストレートとか出てきたんで、それを砕いて採石代わりにしようかなっていう感じですね。まだ若干でかい気もするんですけども、もういい加減ね、手が疲れてきたんで、もうこれでいきます。そしてこの超絶適当電圧機、とうとうね、活躍する場所が来ましたよ。ちょうどですよ、この幅。と思ったらですね、まあ、ちょうど過ぎてね、枠に当てちゃうんですよね。なのでね、もうやめました。そしてワイヤーメッシュもね、余ってたんで使っていこうと思います。いやー、ボルトクリッパーめちゃくちゃいいっすね。めっちゃ簡単に切れるじゃないですか。前ね、こうやってニッパーで切ってた、ほんとアホみたいですよね。こうやって見ると原始人が作業してるみたいですね。いや、現代人はやっぱりね、こうスマートにいかんと。
そしてワイヤーメッシュをね、全体に敷き詰めていって、番線でね、まあこれもなんとなくでいつものように止めていきました。で、こんな感じでね、もともとコンクリート打たれてる場所に合わせて線を引いたんですけども、ちょっと高すぎましたね、あれはね。で、板側もまあ適当に引いてますね。まあ我ながらね、引くぐらい適当ですね、この線ね。すいません、B 型です。で、早速ですね、船にね、セメント、砂、砂利を入れてね、練っていくんですけども、ちょっとね、この船がちっちゃいんですよね。けどまあ無理やりね、砂2袋、セメント1袋入れて、ちょっと砂利が入らないんでね、ちょっとずつ足してね、混ぜていきました。で、練り上がりましたんで、もうね、壁に書いた線は全く無視してですね、コンクリートを流していきました。このドマコンの回のね、コメントで皆さん本当にね、いろんなアドバイスくださいまして、ありがとうございました。なんか僕の中でね、なるほどなるほど、こういう風に作業したらいいんだなっていうのがね、なんとなく見えてきましたよ。とにかくね、こうついてつきまくってね、まずはコンクリートを隅々までね、行き渡らせるっていうのが大事なんだなっていうことがよくわかりました。ただこれね、船がちっちゃすぎて、ちゃんとコンクリート練れてないんですけどね。まあその辺はね、あんまり気にせず、バンバン行きます。さっきのね、モルタルの表面をコテで鳴らしてる時も幸せやったんですけども、このつきまくる作業ね、結構僕これ好きですよ。なんかやっぱりね、モルタルとかコンクリートとか、この段取りがめんどくさいですけど、作業してる時はすごい楽しいですよね。で、またね、別のコメントでは、ラスタンパーっていうのを使うとね、滑らかにできますよっていうね、コメントをくださった方がいらっしゃいまして、ラスタンパー調べてみたら、コンクリートをね、上からこう押さえつけて、鳴らしていくんですよね。で、圧をかけることによって、砂利をね、下へ押し合って、で、モルタルをね、上へ浮き上がらして、表面を滑らかにしていくっていう、まあそういった道具だそうなんですね。なのでまあ、こうイメージとしては、1に点圧、2に点圧、3、4がなくて5に鳴らしみたいなね、なんかそんなイメージなんかなとね。僕はね、もうてっきり鳴らすことばっかりにね、こう目がいってましたけども、やっぱりね、本当に重要な作業っていうのは、その前の作業が大事になってくるんだなっていうことね。まあそんなことをね、ぼんやり思ってたらですね、まあ雨がめちゃくちゃ降ってきましてね、もう滑らかもクソもないんですけどね。まあ外やからね、別に滑らかにする必要もないんですけども、まあせっかくね、教えてもらったことたくさんあるんで、いい結果をね、見せたいなと思ってたんですけども、まあまあそこはね、まあ田舎者ですよ。いつも通りです。まあ、いつものことなんですけども、本当にね、コンクリート思ってる以上に量いりますよね。もうこれ3回目ですからね。まあ、こうやってね、時間がかかればかかるほどですね、雨足がどんどん強くなってきてですね、もう全身びっちゃびちゃで、しかもね、滑らかにしたとこも上から雨がどんどんかかって、ああ、と思いながら作業してます。こんなんしてたら雷、これ聞こえますかね。まあこんな感じでね、大雨に降られながら、もう寒さに震えながらねもう最後若干コンクリート足りなかったんですけども、まあもうええわと思ってね、この辺でギブアップしました。で、小1時間ですね、物置の中で震えながら待機しまして、まあちょっと固まったかなと思ってね、もう一回コテで押さえてるんですけども、まあなんせね、雨が思った以上に強くて、どんどんね、これ板の方に水が溜まってるの見えますかね。まああんまもうこれ以上やっても意味ないかなと思ってね、まあ全体ザーっとね、もう一回押して鳴らして、まあこれで作業終了にしました。雨さえ降ってなかったら本当にね、時間を忘れるぐらいずーっと没頭したい作業やなっていう風に思いましたよ。絵を描くときにね、絵の具でグラデーションを作るような感覚、なんかあれにすごい似てるなっていう風にね、思いました。で、一応ね、防湿シート余ってたんで、これをね、
カバー代わりにしたんですけども、まあ上から石をしてね、ガタガタになりましたけど、まあちょっと直して、まあこんな感じで、まあ適当即席カバーを作ってね、もう速攻で家帰って風呂入って味噌煮込みうどん食べてね、寝ました。で、これ作業終了してから1週間後、またね、この家にやってきました。まだね、僕も結果見てない状態なんですよね、これね。結構ドキドキしながら、水溜まってるし、まあいい結果にはなってないよなと思いながらね、恐る恐るカバーを外していきます。どうでしょうか。まあまあ、まあまあって感じっすよ。まあ今回はね、もうモルタルもそうだし、コンクリートもそうだし、まあ大失敗とも言えないし、大成功とも言えないね、なんとも微妙な結果に終わりました。動画のね、前半の方であったモルタル、まあ強度的にね、コンクリートに比べたらだいぶ落ちると思うんで、どれだけのね、期間持ちこたえるのかなっていうのはね、若干興味あるので、まあそれもね、実験がてら経過をね、見ていこうと思います。次回はですね、いつまでもね、コンパネのドアじゃダメなんで、ちゃんとしたね、ドアを作ろうと思います。まあ、この辺の作業もね、全然慣れてないことが多いので、本当にね、失敗だらけの DIY になりますけども、まあ皆さんね、失敗したら一緒に笑ってもらって、成功したらね、まあ一緒に喜んでもらえたら、それでね、僕はもう幸せですよ。今回もね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。